快適にね過ごすことができました。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。今回は超万能 T シャツのシープブレス T シャツをご紹介していきたいなと思います。はい、というわけでね、今回は素材に一からこだわったこのねシープブレス T シャツをご紹介していくわけなんですけど、かなりねアウトドアでも快適に過ごせるように作られているみたいなので、今回はこの T シャツのご紹介をしつつキャンツーに行ってみたいなと思います。それじゃあ早速キャンプ場にレッツゴー。楽しむだけじゃなくてね、ちゃんと紹介もしますよ。ちがみなの動画。はい、というわけで今回は私の定番スポットふもとっぱらにキャンプをしにやってきました。今回はね GPX にタープを積んでここにやってきたんですけど、今日はねタープを設営してその中にねバイクを入れてキャンプをしていきたいなと思います。それで今回はラシカルのシープブレス T シャツを着てねキャンプに来ているわけなんですけど、それではねこの T シャツがどんな T シャツなのか簡単にご紹介していきたいなと思います。まずね着て思ったことなんですけど、まるでね着てないみたいな触り心地、本当にねとにかく着心地がめちゃくちゃいいです。やっぱ素材にこだわっているだけあって肌へのね触り心地っていうのが本当に最強だななんて思いました。これをね着てその上にバイクジャケットを羽織ってここまでね来たわけなんですけど、これねバイクのインナーにももってこいだと思う。結構ね汗がベタつかないしサラサラとしてるから、バイクジャケットをね脱ぐ時にさらっとね脱げる、それがすごくいいななんて思いました。それでなんでこんなに着心地がいいかっていうと、すごくね素材にこだわりがある T シャツなんですよね。この T シャツの素材はねコスモスウールというものでできていて可愛い名前ですね。本当に素材に一からこだわった T シャツなんですよね。私は実はどうしてもねアウターにねお金をかけがちだったんですけど、この T シャツを着てここまでやってきてね考えが変わりました。なんていうかもうね肌に近い順からねお金をかけるべきなんじゃないかって思わせるぐらいのこの素材感で、今日ねこれからバーベキューをする予定なんですけど、本当に楽しみになってきました。それはねさておき、素材がいいっていうのは分かったと思うんですけど、それが一体何なのか一つ一つね説明していきたいなと思います。ちがみなの動画。はい、それじゃあまず一つ目は通気性です。今日もね出発するときは30度を超えていて結構ね暑かったんですけど、ここまで来てタープをね設営すると、いつもだったらねいい汗をかいて結構ねベタっとしているんですけど、今日はねすっごくねさらっとしています。この通気性については洗濯して干した時の時短にもつながるみたいなので、そのあたりも期待しています。そして2つ目、それは暖かくて涼しいということです。今日も出た時は30度超えで、ここねふもとっぱらキャンプ場は今だいたいね25度で、バイク走行中もね普段ならちょっと涼しいって感じるような山のね頂上付近も走ってきたんですけど、今日は本当実体験で本当に快適です。でもこの半袖でね寒いちょっと道路を走れたのがすごいなと思います。いやほんとねアウトドアのねインナーとしてねまず最強だと思いました。適当なね私の実体験、それだけじゃなくてちゃんとしたね根拠もあるみたいです。このコスモスウールは温度上昇時に繊維内の水分を適切な量だけね蒸発させて、反対に外気温がね低い時にはその蒸発が緩やかになるみたいです。それで体温の急激な変化がしないってことで一年中ね快適に着ることができるみたいです。私のね周りの気温が変わってもこのね T シャツの内側は一定に保ってくれるってことみたいです。ちがみなの動画。それで3つ目、これはね最初に冒頭でね言っちゃったんですけど、着心地が最高ってことです。これはね正直動画でねお伝えするのは難しいかもしれないんですけど、なんていうかこれはね超高級なカシミヤのコートをね着た時のような肌に吸い付くような感じをこの T シャツに感じます。正直ね着心地は本
当に最高にいいと思います。もう本当にね着てて気持ちいいから、日常からねアウトドアまでもうすぐね着たくなっちゃうような感じがします。実際に肌が弱い人とか T シャツでねチクチクしちゃう人とかが快適に着れる素材みたいです。それで4つ目は臭くなりにくいということです。まだね着てきてから 4,5 時間ぐらいしか経っていないので、後ほどねお伝えしようかなと思うんですけど、通気性があってベタベタしなくて匂いがしにくいっていうのであれば、この間行った12日間のね北海道ツーリングでこの T シャツを持っていけば限りなくね荷物を減らすことができるので、そのあたりもねすごく個人的には期待しています。ちなみにね登山メーカーでもそういった匂いがしにくいっていうね肌着がねあったりとかするんですけど、それよりもね数倍高品質な素材で作られているみたいなので、かなり期待できるんじゃないのかなと思います。それじゃあねこのシープブレス T シャツを着て焚き火をしたりバーベキューをしたり思いっきりね使い倒して快適にキャンプを楽しんでいきたいなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今はねキャンプの帰り道なんですけど、ほんとねこのシープブレス T シャツはサラサラしていてベタつかなくて、キャンプ中も快適にね過ごすことができました。そしてねちょっと強い素材だからチクチクしないかね、若干心配ではあったんですけど、全くそんなことはなくてすごくね着心地が良かったです。シープブレス T シャツの説明の時に何回か言ったんですけど、ほんとね肌触りが良くて、まるでね着ていないかのような着心地で、アウトドアでも本当に通用するすごくねいい T シャツだななんて思いました。いやー、それにしてもねこうやってねバイクで走ってる時もインナーとしてね今使っているんですけど、すごく快適。さっき寒くて今ねちょっと暖かくなってきたんですけど、割とね一定の温度をね保ってくれてる気がします。それじゃあまた帰ってからね説明したいなと思います。ちがみなの動画。よいしょ。はい、というわけでね今ねツーリングから戻ってきました。帰ってからね説明したいというよりかはやってみたいことがあって、それはね匂いチェックです。なのでちょっとね今から着替えてきますね。はい、というわけでね着替えてきましたよ。ちょっとね汚いんですけど匂いチェックをやっていきます。あれ全然臭くない。今ねちょっとね思わずね自分がやってる行為が面白くて笑っちゃったんですけど、ちゃんと説明しますね。いつもだったらね私が普段使っている T シャツとかだったらこうね50センチぐらいね離れたところからでも焚き火の匂いがね結構したりするんですけど、このね T シャツは全然違いますね。無臭というわけではないんですけど普段とは明らかに違います。そんな感じでね今回はこのシープブレス T シャツを着て超快適にキャンツーをしてきたわけなんですけど、もう T シャツ1枚でこんなに変わるというか、肌に近い素材が肝だなと思わせてくれるそんな T シャツでした。ちなみにねショートムービーの中にもちょっと出てきたと思うんですけど、長袖タイプもねあるのでね概要欄に URL を貼っておくので気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。